回の産業まとめ。軍事パレードと金正恩発言。核先制攻撃もします。韓国新政権にも圧力をかける。北朝鮮メディア労働新聞によると、金正恩総書記は4月25日に行われた軍事パレードを指揮した軍幹部らを党本部で激励。その中で、力と力が熾烈に激突する今の世界で、誰も止められない攻撃力と圧倒的な軍事力は我が国と人民の将来を保障する生命線。敵対勢力によって増大し続ける核の脅威を含む危険な試みと威嚇的な行動を、必要ならば先制的に徹底して制圧、粉砕する、と述べ、核兵器による先制攻撃について示唆しました。この報道を受けて、日本、米国、韓国などは北朝鮮が一歩踏み込んだとして警戒感を強めています。北朝鮮が年内にも再び核実験を行う可能性があると米国務省が発言したこともあり、その動向に注目が集まっています。今回の軍事パレードでは新型潜水艦発射弾道ミサイル、小型短距離弾道ミサイルといった新型兵器が登場したと伝えられています。韓国メディアは複数の新型兵器が登場すると予測していましたが、どうやら他は奇出の兵器だったようです。また、今回注目されたのは金正恩総書記の軍服で、肩には元帥を示す階級章が付けられたと韓国メディアは報じています。北朝鮮は韓国の新政権に対し、ムン・ジェイン政権を粛清するなど、政治報復を公然と行っているなどと発言して牽制しています。と革新法務部長官候補に対して、世間の予想通り検察共和国を作ろうとしているなどと批判を強めています。編集所管。今回の概要。日本核保有の可能性。北朝鮮が達成したこと。非現実的と今は言えるけど、北朝鮮がロシア政府の発言に乗じて核使用についてあれこれ言っているようですね。ちょっと調子に乗ってるな。基本的にこうした発言は敵国の筆頭である米国に対してと思われますが、日本にある米軍基地を狙わないとも限らない。なので日本としても警戒を怠ってはならないということになるでしょう。最近ロシア政府の発言やウクライナ侵攻などから国内でも核武装について頻繁に耳にするようになりましたね。核武装といっても2つの選択肢があり、1つは米国との核シェアリング。これは米国の核兵器を借りて配備する方法。もう1つは北朝鮮のように自国開発を行うという方法です。保守の間で叫ばれているのは後者の方でしょう。一部で日本ならすぐに核ミサイルを開発することができると言われていますが、最低でも開発開始から数年はかかると思われます。作業にそれなりの時間がかかるのは当然ですが、実験も必要になるでしょう。その前の議論にもっと多くの時間がかかりそうです。もう一つの問題としては国際社会の反発です。北朝鮮ほどではないと思いますが、多くの国から冷たい視線が注がれることでしょう。そもそも現在の核保有国が賛同しないという点が大きな障壁となります。それを無視すれば当然北朝鮮と同様に経済制裁を受けることになるでしょうが、それに耐えられるかどうか。少なくとも中国や韓国、北朝鮮、ロシアの反発は尋常ではないものと思われます。そもそも米国が承認しなければ日米同盟もこれまでとは大きく形を変えることになりかねません。仮に米国が承認すれば韓国は黙っていないでしょうね。日韓関係と米韓関係も大きく揺らぐことになるでしょう。それでさらに韓国も核開発するとなれば、極東アジアはとんでもない状況ですね。近隣4カ国がそれぞれ核兵器を持つという。インドやパキスタンはすでに保持していますから、アジアだけでも核兵器が密に配備されていることになります。ともあれ、核武装を目指すなら北朝鮮のこの30年間はある程度評価しなければならないでしょう。当初は核物質でうねうねやっているだけでしたが、実際に米国への一定の脅威とまでなりましたからね。数々の制裁を耐え抜き、現段階まで達したという現実は無視できないでしょう。ここに至るまで、シリアやイラン、ウクライナ、ロシアといった国々の支援があったことを忘れてはいけません。日本の朝鮮総連も何かしらの形で支援はしていたことでしょうね。そういえばちょっと前に金正恩が彼らに触れていましたね。核弾頭だけでなく、
ミサイルについても日本は努力する必要があるでしょう。ロケット技術を転用できるとされていますが、変速軌道や低空飛行、極超音速など様々な技術も必要ですよね。北朝鮮と同レベルとなると、ゆくゆくはそういうところまで検討すべきだと思います。そういうのに予算つけるとなると、また国内で議論となりそうですが、非現実的という人もいますが、実現に向けて一歩踏み出さなければいつまで経っても非現実的のままだと思います。もし核武装が可能だとしたら、米軍も今の規模では必要ないですよね。それが変わらないのならあまり持つ意味もない気がしますが、実際今議論を始めたとして、何十年後になるかはわかりませんが、前進すればいつかは可能であると思います。反対する人も多いでしょうし、途中で頓挫する可能性もありますが、まあ、誰かが腹を決めてやるならやるで突き進むしかないでしょう。一部の人が言うような安易な道ではないと思います。ただ、今の世界で自主防衛を達成するには必要不可欠と思います。もう一つの問題としては、目先の利益にならないことですかね。財界などが大きく反発するでしょうからね。北朝鮮、なんかやってたらしいね。軍事パレードね。今彼らにとっては良い時期だしね。それってロシアの関係ある？大ありだね。あの状況を見て核兵器の重要性を再認識したろうね。なんか先制攻撃とか怖いね。あの発言もプーチン発言が元となって出てきたものだと思う。あ、自分たちも米国に対してなら言っていいんだって思ったんだろうね。それもプーのせいなの？腹立つね。北のあの発言には中国もちょっとイラッとしただろうね。アメリカとか日本とかじゃなくて、お仲間なんじゃないの？北が中国に撃つ可能性はほぼないけど、目の上の単行部なんだよ。へえ、仲良しかと思っていたけど。単に反米サイドだから支援してるだけだよ。だって核のせいで北朝鮮を自治州にできなくなったからね。その可能性ってあるの？だからこれでほぼほぼなくなったよ。万一中国に歯向かっても簡単に殴れなくなった。なるほどね。核兵器があるとそうなるってことね。結局ウクライナは核がないから攻め込まれたし、ロシアは核の脅威をちらつかせて NATO の介入を免れてる。でも、アメリカは国連の常任理事国同士だから戦えないってことじゃないの？いや、それもあるだろうけど、核兵器使用の方が抑止力としては効いただろうね。米国としてはロシアに使わせたくない。ロシアが使ったら米国の核による抑止力はその程度だったってことになるからね。でもすごいのは撃ったりしないんでしょ？戦略核か戦術核かって規模の問題じゃないんだよ。使われること自体が大問題なわけ。アメリカはロシアが使うかもって言ってるけど全然使わないよね。あれはああやってあらかじめ公表することで、使用しないよう圧力をかけてるんだよ。じゃあ使うかもっていうのは？フェイクニュースと言えるかもね。米国の昔ながらの得意技だよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。また最近ゲーム始めたんだよ。すっごく面白いのを見つけてしまったんだ。見つけたって私が教えたんだけどね。これは白雪さん好きそうだなって思って。うん。ぴったりだったよ。これまで教えてもらった中ではたくさん外れもあったけど。白雪さん難しい子だから。で、結局どんなゲームなの？まずね、敵が出てこないの。だから戦うことがないんだよ。しかも私の苦手とするジャンプとかも特にないし。これはいいよね。レビューには右に進むゲームって書いてあったけど。まさにその通り。右に進むだけ。乗り物を自分で操縦して、どんどん右に進んでいく感じ。それで何がいいって、もちろん荒廃した週末の世界だよ。週末ってもちろんウィークエンドじゃないよ。世界の終わりの方ね。ゲームのタイトルはファーだよ。FAR のファー。よくわからないけど、トレーラーの動画を見て、すぐにわかっちゃったよ。これは私の好きなゲームだって。ゴールデンウィークが始まった29日金曜日にやり始めて、なんとまあ、その日のうちにはクリアしちゃったんだよね。
普通の人なら3、4時間って書いてあったしね。安かったしそんなもんでしょ。しかも救いようのない終わり方で、おっきな声で、そんなって叫んじゃったよ。終末世界のゲームはどうしても悲しい終わり方になっちゃうんだよね。ゲームはね、誰もいない滅びた街を見ながら自分で船を操縦して進むんだよ。石炭焚いたり、帆を広げて風の方向確認したり、船の修理したり、結構忙しかったよ。すぐに終わったけど満足感たっぷり。意外と大変そうだね。ファーはね、セカンドシーズンも出てたからそっちも昨日から始めたんだよ。すっごく楽しいよ。インサイドっていうゲームに似ていて大好き。セカンドシーズンって普通に2作目でしょ。って買ったの？うん。だって面白そうだったから。私、戦闘ものが苦手だから。あ、戦闘って戦う方だよ。お風呂の銭湯じゃないよ。世界観と雰囲気重視なの。できるだけ戦いたくないの。もし敵が出たら逃げるだけがいいんだ。そういうのを好きな人もいるらしいね。そういうゲームを雰囲気ゲーって言うらしいよ。ニコニコ大百科によると、雰囲気ゲーとは、雰囲気や世界観が素晴らしいゲームであるって書いてあったよ。どっちかというと、ゲーム性が低くて雰囲気重視の内容薄いゲームって意味で使われてると思うけど。なんで私って終末の世界が好きなんだろうね。もしかしたら前世は終末の世界に生きていたんだろうか。あれ、前世はカントリーに住むプチセレブだったとか言ってなかったっけ？あれ？そういえばそうだった。カントリープチセレブで生活している時に突然世界が終わりを迎えたのかしらね。おほほほ。